こんにちは。今日は私が夏休みをどのように過ごしているのか、夏ならではの楽しみと一緒に紹介します。夏は日差しが強く、外に出るだけでも汗をかきます。出かけるときは必ず帽子をかぶるようにしています。暑い日には冷たいかき氷が食べたくなります。口の中で氷がすぐに溶ける感じがたまりません。暑さに耐えられない日はプールに泳ぎに行きます。冷たい水に入ると暑さを一気に忘れられます。よく冷えたスイカは夏になると食べたくなるものの一つです。家族と話しながら食べる時間も楽しみです。天気のいい日には友達とバーベキューを楽しみます。外で食べるといつもの料理も特別に感じられます。朝の涼しい時間を利用して公園で体を動かすこともあります。少し運動すると気持ちよく一日を始められます。昼間は買い物をしたり気になる場所へ出かけたりします。時間を気にせず過ごせるのが夏休みのいいところです。楽しい夏休みですが、宿題もあります。後で慌てないように少しずつ計画的に進めています。一日の終わりには家でテレビを見ながらゆっくりします。何もしないでくつろぐ時間も私には大切です。夏休み中は学校へ行く必要がないので、朝は目覚ましをかけずに寝ることもあります。朝寝坊できるのは最高です。夏の夜には花火を見に出かけます。夜空に広がる色鮮やかな花火を見ると夏を感じます。夏祭りへ行くときは浴衣を着ることもあります。普段とは違う服を着るだけで特別な気分になります。お祭りでは屋台を見て回るのも楽しみの一つです。特に焼きたてのたこ焼きはつい買いたくなってしまいます。夏休みには海の近くへ旅行します。波の音を聞きながらのんびりすると疲れを忘れられます。海に入ると水の中を泳いでいる魚を見つけることがあります。近くで見る海の生き物はとても興味深いです。泳いだ後は大きなパラソルの下で休憩します。海を眺めながら家族と話す時間はとても穏やかです。夏休みには田舎に住んでいるおばあちゃんの家も訪ねます。久しぶりに家族が集まるので話がつきません。おばあちゃんの家にはかわいい猫がいます。最初は少し警戒されますが、慣れてくると近くに来てくれます。田舎の夜は街より暗いのでたくさんの星が見えます。静かな場所で見る星空は本当にきれいです。振り返ると夏休みには楽しいことがたくさんあります。家族や友達との時間を大切にしたいです。もう一度聞きます。次は繰り返してみましょう。夏は日差しが強く、外に出るだけでも汗をかきます。出かけるときは必ず帽子をかぶるようにしています。暑い日には冷たいかき氷が食べたくなります。口の中で氷がすぐに溶ける感じがたまりません。暑さに耐えられない日はプールに
泳ぎに行きます。冷たい水に入ると暑さを一気に忘れられます。よく冷えたスイカは夏になると食べたくなるものの一つです。家族と話しながら食べる時間も楽しみです。天気のいい日には友達とバーベキューを楽しみます。外で食べるといつもの料理も特別に感じられます。朝の涼しい時間を利用して公園で体を動かすこともあります。少し運動すると気持ちよく一日を始められます。昼間は買い物をしたり気になる場所へ出かけたりします。時間を気にせず過ごせるのが夏休みのいいところです。楽しい夏休みですが、宿題もあります。後で慌てないように少しずつ計画的に進めています。一日の終わりには家でテレビを見ながらゆっくりします。何もしないでくつろぐ時間も私には大切です。夏休み中は学校へ行く必要がないので、朝は目覚ましをかけずに寝ることもあります。朝寝坊できるのは最高です。夏の夜には花火を見に出かけます。夜空に広がる色鮮やかな花火を見ると夏を感じます。夏祭りへ行くときは浴衣を着ることもあります。普段とは違う服を着るだけで特別な気分になります。お祭りでは屋台を見て回るのも楽しみの一つです。特に焼きたてのたこ焼きはつい買いたくなってしまいます。夏休みには海の近くへ旅行します。波の音を聞きながらのんびりすると疲れを忘れられます。海に入ると水の中を泳いでいる魚を見つけることがあります。近くで見る海の生き物はとても興味深いです。泳いだ後は大きなパラソルの下で休憩します。海を眺めながら家族と話す時間はとても穏やかです。夏休みには田舎に住んでいるおばあちゃんの家も訪ねます。久しぶりに家族が集まるので話がつきません。おばあちゃんの家にはかわいい猫がいます。最初は少し警戒されますが、慣れてくると近くに来てくれます。田舎の夜は街より暗いのでたくさんの星が見えます。静かな場所で見る星空は本当にきれいです。振り返ると夏休みには楽しいことがたくさんあります。家族や友達との時間を大切にしたいです。